です。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは丸い巾着袋です。丸い形がとても可愛い巾着袋になっています。裏地付き、フリル口です。サイズは横幅16センチ、縦16センチになっています。キャンディー入れとして、小物入れとして、サニタリーケースとしても巾着袋はいくつあっても便利ですよね。こちらは以前作り方をご紹介させていただいたデニムリメイクバッグです。裏地とこちらのリボンのブローチピンに使った生地とお揃いで今回は巾着袋を作ってみました。このようにバッグとお揃いで作ってみても可愛いと思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。丸い巾着袋の材料を紹介します。こちらは型紙です。型紙はホームページハンドメイド .com で無料ダウンロードできますのでご自由にお使いください。18センチの正方形と直径18センチの円を描いていただきましたら、こちらの型紙を使用しなくても大丈夫です。こちらは表地です。型紙が2枚入るサイズでご用意ください。こちらは裏地です。裏地も同様に型紙が2枚取れるサイズでご用意ください。紐は50センチを2本ご用意ください。今回は紐にワックスコードを使用します。リボンなどをお使いいただいても大丈夫です。今回は紐の部分にこちらのウッドビーズで飾り付けをします。ウッドビーズなどはお好みでどうぞ。それでは型紙を作ります。こちらはホームページハンドメイド .com で無料ダウンロードできますのでご自由にお使いください。印刷される際は A4 サイズで 100% サイズ設定して印刷してください。まずこちらの下の円の部分のカーブに沿ってカットします。そしてこちらの上の部分は正方形の形に合わせてカットしてください。このように型紙が用意できました。それでは表地を裁断します。まず表地を中表に置いていただきまして、その上にこのように型紙を置きます。そして型紙通りに型を描いてください。型が描けましたら生地がずれないように待ち針で留めておきます。待ち針で留めましたら型通りに裁断します。表地をこのように2枚用意することができました。そうしましたら裏地の方も同様に2枚ご用意ください。表地2枚、裏地を2枚、このように用意できましたら表地と裏地をそれぞれ中表に合わせます。中表に合わせて袋口の部分を待ち針で留めます。このように袋口を待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫います。縫い代1センチで縫います。縫い代をアイロンで割ります。このようにできましたら中表に合わせます。表地と表地同士をこのように合わせて、裏地と裏地同士をそれぞれ中表に合わせます。そしてこちらの生地の切り替え部分がずれないように合わせて待ち針で留めます。
このように待ち針で留めましたら、こちらの生地の切り替え部分から 2.5 センチのところに、表地側の方に 2.5 センチのところに印をつけます。この切り替え部分から 2.5 センチのところに印をつけましたら、こちらのつけた印のところから 1.5 センチ横のところにも印をつけます。こちらにも同様に、この生地の切り替え部分から 2.5 センチのところに印をつけます。そして印をつけたところから 1.5 センチのところに印をつけます。この 1.5 センチのこの印をつけたこちらが紐通し口になります。そして裏地側のこちらのあたりにだいたい5センチぐらいでいいので、返し口の印をつけておきます。こちらの5センチのところを返し口にします。そうしましたら、こちらの生地の切り返し部分のところから 2.5 センチのこちらから縫い代1センチで縫います。そして返し口のところを開けていただいて、また縫い代1センチでこの 2.5 センチの印をつけたところまで縫います。そして 1.5 センチ開けていただいて、こちらのところから縫い代1センチでこの下の部分ですね、こちらのところまで縫い代1センチで縫います。それでは生地の切り返し部分から表地側の方に 2.5 センチのところに印をつけたところから縫い代1センチで縫い始めます。こちら返し口5センチを開けて、またこちらから縫い代1センチで 2.5 センチの印をつけたところまで縫います。そして 1.5 センチの紐通し口を開けて、こちらからまた縫い代1センチで縫います。1.5 センチの紐通し口が開いています。そして裏地側には5センチの返し口が開いています。このように縫えましたら、カーブの部分に少しずつ切り込みを入れておきます。切り込みを入れましたら、返し口より表に返します。棒などを使ってきれいに返してください。表に返せましたら、返し口を手縫いでまつります。返し口をまつれましたら、裏地を表地の中に入れておきます。こちら黒口をアイロンできれいに整えます。このようにアイロンで形をきれいに整えましたら、紐通し口の線を引きます。このように脇が中央に来るような形で置いていただきまして、袋口の上から下に 2.5 センチのところに線を引きます。そして線を引いたところから下に 1.5 センチのところにも線を引きます。
こちらにも同様に上から 2.5 センチのところに線を引きます。上から 2.5 センチで線を引いた下の部分にも 1.5 センチのところに線を引きました。そしてこちらの紐通し口のこの縫い代の部分が両方にきっちり倒れているように気をつけてください。このように脇の部分をどちらにもちゃんと倒しておきましたら、待ち針で留めます。このようにきっちりどちらも脇の縫い代が倒れていないと、最後に巾着袋のところに紐を通す時に通せませんので、こちらは気をつけてください。脇の部分をこのように待ち針で留めましたら、こちらの表地と裏地もずれないように待ち針で留めておきます。待ち針で留めましたら、引いた2本の線の上を1周縫います。それではこちらの2本の線の上を縫います。縫う際はこのように本体を返してから縫うと縫いやすいです。それでは紐を通します。50センチを2本ご用意ください。こちらで完成です。丸い巾着袋が完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。